自分がどういうところについて落ち着かないなとか、居づらいなとか、辛いなと、家にいるのもエネルギーを使うなと感じるのか、そういうあたりを自分の中で見つけていく、発見する、再確認するっていうことが一つ目のポイントになるのかなと思いますね。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。宗介先生とふんわり魔法の授業室へ本日もようこそいらっしゃいました。このチャンネルは皆様からいただいた質問やご相談をもとに一応先生という立場で普段やらせていただいているこの私がお答えしながら皆様と対話を重ねることで少しでも皆様が普段の生活を過ごしていきやすく心穏やかにあるいは自分の道を発見していくそういうことの手助けになれればなと思ってスタートしたチャンネルでございます。さて、そこで本日いただいているご相談なんですけれども、どうにも自宅にいても落ち着かない。なんか気になることがあると。勉強、仕事、そういうものが気になるということですかね。いろいろ外でしなければならないこと、家の中でもしなければならないことがあって、それらのことがどうしても気にかかっちゃうと。こういう時にね、どのように対応すればいいだろうかとか、もうちょっと気持ちが楽になるにはどうすればいいだろうかっていうご相談をね、いただいております。これは皆さんどう思いますか？本来ね、お家の中っていうのは、これは前回お話に出てきた内容でもあるんですけれども、今の時期、引き続き今真冬の時期にこの収録をしているんですけれども、家の中では暖房が効いている。外は冷たい風や雪が降っている。それだけでも物理的に言って家の中と外は違うではないか。外にいるのがちょっと体力使うのは当然ではないかっていうようなお話を前回皆さんとさせていただいてたんですけれども、今回はその暖房でぬくぬくと過ごせるはずの家の中までも、落ち着かない、あまり気持ちが良くない、ゆったりできないということですね。普段、私がお子様たち、生徒さんたちとお話しさせていただいてて感じるところなんですけれども、どうしてもね、家の中が安心できない環境になっているという例がよく見られまして、例えばね、生徒さんのことについて言えば、家の中ではもう今度定期テストがあるんだから勉強しなさいと言われる。受験生なんだからもっとちゃんとやりなさいと言われる。お友達と遊びに出かけるなんて、そんな勉強ができなくなっちゃうからダメなんじゃないかと言われる。反対に、そういうのを押し切って、あるいは一度お話しして、親御さんとかご家族とお話しして、じゃあいいよっていう形で納得してもらったかのように見えても、例えばお友達と遊んで帰ってきたら、もう明日からちゃんと勉強できるのかとか、今日の分進まなかったんじゃないかとか、いろいろ文句を言われる。そういう環境、あるいは、こちらはね、今までも、これからもおそらく現れてくる状況だと思うんですけれども、親御さんたちやご家族の同士の関係性があまり望ましいというか心地よいものではなくて、どうしても喧嘩が多いとか、喧嘩してないまでもずっと話さないとか、なんとなくピリピリしているような感じが、お子様、生徒さん側から見ても感じられる。そういうご家庭もね、よくと言いますか、結構見られるようですので、このような形で、家の中が、今はその生徒さんと言いますか、お子様たちのお話を中心にしましたけれども、このことはお仕事についていらっしゃる方とか、大人の方も同じように当てはまり得るものなのかなと思います。お家に帰ると、奥様が、旦那様が、いつも機嫌が悪い。いつもではなくても機嫌が悪いと
なんか一緒にいづらい、大変だなとか、親御さん側から見たお子様の様子などなどもそうですよね。うん。では、じゃあそういう場合に何かどういう対応をすればよいのか、どのようにすれば、まず良いのか。ここで良いのかという形で、問題の提示の仕方をしていますけれども、今回のご相談者さんの趣旨としては、私は、このご相談者さん自身がまずは、心安らかにと言いますか、気持ち楽に過ごせる。そういうことを望んでいらっしゃるのかなと思いますので、一応そういう方向で検討してみようかなと。皆さんとお話ししてみようかなと思います。そうではなくて、例えば、ご主人がお仕事から帰ってきた時にいつもなんか会社であった不機嫌になるような出来事の話をするとか、お家に帰ったらお父さんとお母さんがなんかいつも喧嘩してる感じになってる。自分の知らないところでバチバチやっている。そういう空気がある。だから、親御さんが喧嘩しないようになってほしいとか、旦那さんが家の中に仕事の話を持ってこないでほしいとか、自分以外のものにこういう風になってほしいと、それによって自分が楽になりたい。そういう筋ではないという形で一緒に考えてみましょう。まずは今ある状況の中で自分自身がどのように過ごせるのか、自分がどれだけその環境を上手に捉えたり、場合によっては活用したり、あるいは全然気にしないことにする。そういうことが可能なのかどうかをちょっと見ていきましょう。この場合ね、改めて皆さんどう考えますか？家の中が安心できないっていうのは、もともと家っていうのはそういうエネルギーを充填して、外でいろいろ頑張る。そういう、自分の基地、秘密基地ではないですけども、自分の基地みたいなところ、要素を持っている場所ですから、そこが安心できないエネルギーをそこでも使ってしまう。そういう環境になっているっていうのは本当に大変なことですよね。だが、それの環境があまりこちらからすぐ変えることは難しいぞと。そういった場合に、ではどうするか。なんですけれども、これについては、一概に何かっていうことは、やはりね、難しいかなと思うんですけれども、まずは、自分がどういうところについて、落ち着かないなとか、居づらいなとか、辛いなと、家にいるのもエネルギーを使うなと感じるのか、そういうあたりを自分の中で見つけていく、発見する、再確認するっていうことが一つ目のポイントになるのかなと思いますね。自分がどういうところに着目して、なんかこれはあんまりなと思っているのか、ここは辛いな、これは困るな、嫌な気分になるなと感じているのか、それを自分自身で把握することによって、もちろん先ほど出てきたような他の人に対して、環境の方に対して、そこは嫌だからやめてとかいう声をかける。こちらからお願いする。そういうところにもつながると思いますし、一方で、働きかけは今回は一応、次の策として、2点目として考えるという形に今していますから、1点目としては、本当に自分がそんなところを気にしてあげる、気にするのが自分にとって心地よいことなんだろうか、というようなところも改めてね、確認できる、スクリーニングできる、そういうきっかけになるのじゃないかなと思います。そうやって自分自身で何を身の回りのね、いろんな事柄から抽出してと言いますか、着目して、
それについて自分で評価を与えているのかっていうことが分かってくると、取捨選択と言いますか、自然とね、そういうところは自分にとって心地よいと言いますか、ナチュラルな、あるいは無理がないところに落ち着いていくと思うんですよね。つまり、今までは、こうやってしなきゃダメだなとか、当然そういうふうに振る舞ってきた。例えば、私たちはね、どうしたって、いきなり自分で生まれてくるんじゃなくて、気づいたら生まれていたという状態になるものですから、そうすると、家の中で、当然、ルールと言いますか、流れが発生してますよね。朝起きたら、例えば、お家の方が絶対ラジオ体操をする親御さんだったら、かなりの確率でお子様も一緒にラジオ体操をやるっていう形で小さい頃育ってきたと考えられますし、その流れが自分に染みついていれば、親御さんがね、一緒にいない場合でも、まずラジオ体操をしないと自分の気持ちがさっぱりしないな、みたいなね、そういう形になる人もいるでしょう。ね、それで、それぞれの、どんな人も行うであろう、顔を洗うとか、歯を磨くとか、トイレに行くとか、あとはもう、勉強するとか、学校行くとか、仕事行くとか、行かなくてもいいんですけど、家の中で家事をするとか、遊ぶとか、そういう諸々のことについて、どうしてもね、自分が生まれたところ、または自分が長く経験してきたことのシステム、仕組み、さらには発想みたいなのが組み込まれているものですから、そういうことの中で自分がどれを変に感じるかなとか、それちょっと辛いなって感じるかなとか、面倒だなって感じるかなとか、そういうところを、確認してみる。ということをお伝えしようかなと思いますね。そういう、各お家の風習といいますか、私たちや今これを聞いてくださっているあなたが過ごしている場所における風習。これはね、今日最初のお話に出てきた環境っていうのとほぼイコールに考えていただいて良いかなと思うんですけれども、そういう風習があるがゆえに、今家の中が安心しづらい、安心できないなっていう環境になっている。ということですから、それらのね、どの部分が自分にとって違和感があるのか、納得いかないのかっていうものを自分の中で確認する。それによって、自分にとってはそういうのってやっぱいらないじゃんと。こういう事柄も自分は今までね、当たり前にやっていたけれども、必要なことではないのかなっていうのが、なんとなく自分の中でもだんだん見えてきたりするんですよね。特にね、お家の人との関係とかっていうのは、そうやって、いつの間にか当たり前に、そういう風習がある環境の中に、そういう風習のある場に、私たちは生まれて、それに適応していくっていうものがありますから。ただ一方でね、これを以前、3回目、4回目ぐらいか皆さんとお話しさせていただいた、この動画で触れた内容だと思うんですけれども、どうしてもそういう風習のある場だけではなくて自分の側にも、真っ白では生まれてきていないので、これまでのね、DNA とかその時はそういう話をちらっとだけ組み込みましたけど、これまで今この私たちが生まれてくるまでに積み重ねられてきた、人間たちの振る舞い、発想、あるいは社会の集積というのが私たちにどうしても宿るものですから、そういうものと現にたった今、生まれ出た
環境というものが常に一致するとは限らない。一致と言いますか、共にうまく流れていくことができる場合のみではないというのはあまり不思議なことではありませんよね。種をよその土地に、ある土地で生まれた種を他の土地に持っていったらよく育つとか育たないとか、植物のね、世界でもありますし、動物でも昆虫でもそうでしょう。そう考えると、私たちは、植物などと違って、自分でね、どういうことを自分がしているのかっていうのを捉えることができる。認識することができる。というのが、やっぱり人間の特徴のようですから、他の種族とね、異なっている。それを使って、どの点が自分にとって辛いのかな、どういうところが辛いのかな、さらにはその背景に、そういうところを辛いと感じるのは、嫌だなと感じるのは、なぜなのかな、どういうシステムで、どういう仕組みでそのように自分は感じているのかな。そんなところを自分の中で自覚できてくると、すぐにね、事柄の解決になるかどうかは別なんですけれども、不思議なことにそれを自分で捉える、理解する。ああ、そうなんだねって分かることによって、どういうわけか、すっきりする。あるいは、その問題があんまり大したことじゃなくなる。自分にとって。っていうことが結構あるんですよね。物理的な条件とかは変化していなくてもね。皆様もぜひぜひまだね、寒い日が続きますけれども、お元気でお過ごしください。ではまたお会いしましょう。さようなら。